きの美食学。高知県黒潮町の道の駅には人気の商品があるという。それがカツオたたきバーガー。この塩がいいですね。カツオにまた合いますね、これ。塩加減よろしいですね。でも塩が美味しくないと塩でいただいてもカツオが美味しくないなと。皆さん口を揃えて絶賛するのが塩。確かにバーガーのカツオのたたきには大粒の塩が。高知県人にとってカツオのたたきに塩は定番だが、なぜ皆塩のことばかり言うのか。黒潮町の天日塩を使ってます。天日塩？旨味が強くて辛みがそんなに少ない。バンズとカツオ、それから野菜の調和を取るのにすごく天日塩が良くて、長年こちらで塩を作ってらっしゃるレジェンドです。なんとその塩はレジェンドと呼ばれる職人が作る塩だった。やってきたのは高知県黒潮町。ここに塩のレジェンドがいるという。どうもよろしくお願いします。あ、こんにちは。どうも。あいにくの雨ですが、よろしくお願いします。この方が長年天日塩を作り続けるレジェンド、小島正明さん、66歳。ところで天日塩って一体何なのか。早速見せてもらうことに。すると向かったのはビニールハウス。天日塩って、はい、ビニールハウスでできるんですか？はい、そうですね。中でお野菜育ててるわけじゃないんですよね。もう塩を育ててるんです。へえ、知らなかった。天日塩はビニールハウスで育てるものらしい。ではその中へ。はい、これ一つ一つすべてが天日塩。天日塩。上に浮いてますよね。これが塩の赤ちゃんですね。これがカルシウムで、これにだんだん塩がついていって、塩がだんだん成長してくると大海で下に落ちるんですね。天日塩とは火などを一切使用せず、太陽と風の力だけで海水を蒸発結晶化させて作られたもの。短くても1ヶ月、長いと1年かけてじっくりと育て上げるものも。作り方によってさまざまな種類に分かれる塩だが、天日塩は火を使わずに作られる。しかしそれによって何が違ってくるのだろうか。国内外300カ所以上の製塩所を訪れ、塩の商品開発やイベントなどを行う日本ソルトコーディネーター協会代表、青山さんに伺うと。太陽と風の力だけで濃縮したり結晶化させていく間に、釜で炊くのとミネラルの結晶化する順番が変わっていくんですね。でスピードもすごく時間がかかるので、その間に手で揉んだりしながらいろんなコントロールをしやすいっていうのが一つ大きな特徴としてあります。奄美屋さんのお塩、奄美って名前つけてるだけあって、お塩だからもちろんしょっぱいんですけど、甘さがあるんですよ。美味しいみかんをちょっとギュッと絞った時のような甘酸っぱさがあるんですよね。レジェンドが作る甘い天日塩、そこにはこだわりの技術があった。甘みのあるレジェンドの天日塩、一体どのようにして作っているのか。これが亡命比重系と言いまして、何やってるんですか？これが取り頃かどうか、取れるかどうかをこれで確認するわけですね。でこれで
30超えてますので、はい、取り頃ですね。30度がね目安なんですよね。でこの29より若いと塩辛い塩になってしまってね、それ以上になるとちょっと苦い塩になって、それを見極めてこれでねやるというのが大事なことだと思います。海水の塩分濃度は 3%。 それを太陽の熱で蒸発させ 30% に近づけていくのだが、この 30% という数値こそ小島さんが長年かけて見つけ出したもの。さらに海水の混ぜ方や塩を取り出すタイミングで味が変わるという、そのわずかな違いをレジェンドは見極めているのである。ちょっと苦い味がしますね。はい、いただきます。すごいしょっぱい。しょっぱいし苦みがあるでしょ。でそれ脱水を 2,3 分かけるとその苦みがなくなってちょうどいい味になるんですよね。脱水？このままでは苦みがある天日塩を脱水することでちょうどいい甘さにするというのだが、その方法が袋に入った天日塩を入れたのは洗濯機。洗濯機で脱水するんですか？そうですね。それ塩専用の。そうですね。塩だけでも。そう、洗濯機で3分間脱水するのだ。これが脱水できたやつですし。確かにサラッサラの塩に。はい。下の上で転がしてね。あ、全然違う。ちょっと甘みが確かにありますね。溶け方が今まで食べてきた塩と違いますね。こうしてできた小島さんの天日塩には全国の飲食店から注文が。生産が間に合わず現在新規の発注は断っているほどの人気ぶり。そんな小島さんの天日塩を使う焼肉店のオーナーは、やっぱ甘み屋さんが最初はちょっとガツンとくるんですけども、あとはもう柔らかい本当に甘みの感じるお塩でして、お塩があることでこのお肉のこの脂っこいのとかも打ち消されるというか。美味しい。とろけます。ところで小島さん、なぜ天日塩を作ろうと思ったのか。もう82年ぐらいから始めてますので、もう丸40年ちょっとですね。日本で2番目に始めました。日本で2番目？天日塩に人生をかけた男の物語とは。天日塩作りを日本で2番目に始めたという小島さん。しかし天日塩は昔から作られていたのではないのか。塩の歴史に詳しい東京都墨田区にある博物館の高梨さんに聞くと、日本の塩作りっていうのはもともと天日塩という伝統が全くなくて、海水を砂浜にまいて、砂と一緒に広げて天日に干して、天日に干してはいるんだけど、その塩と砂と混ざったのをかき集めて、また上から海水かけると、かけた海水よりは絶対濃いのが下へ抜けてくるというやり方で海水を濃くして、それを、今度はもっと大きな鉄釜とかで煮詰めるという時代がありました。その後日本国内において塩は許可がないと作れなくなり、昭和40年代後半には塩作りを行う場所はわずか7カ所に。そんな中1976年伊豆大島の団体が研究目的で許可を得て新たな塩作りを開始。それが天日塩だった。当時は高知で車の製造をしていた小島さんだったが、新たな塩作りに興味を持ち伊豆大島へ。要するに一つの技術ですから、塩作りもね、他にやってる人がいなかったから、すごく面白いんじゃないかなと思って、チャレンジしたということですね。1年間の修行期間を経て、その技術を地元高知へ持ち帰り、甘み屋を立ち上げた。そして徐々に高知で塩作りが盛んに。現在では全国におよそ30しかない天日塩製塩所のうち、なんと12カ所が高知県にある。
高知の天日塩作りを切り開いた小島さん。実はその裏には高知ならではの恩恵も。沖縄なんかだとお塩すごく有名なんですけど、沖縄って大きい森がないんですよね。でそうすると流れてる黒潮の味そのものっぽいお塩が出来上がりやすいんですよ。でも高知も流れてるのは同じ黒潮なんですけど、山がすごい豊かな山があって、その山の栄養がこう川を伝って海に流れ込んで、そうすると黒潮なんだけれども海が豊かな状態になるんです。なのでそういう意味でも塩作りにはすごく向いている場所だと思います。高知は山が多く、その山々の豊富な栄養が海へ。その海水を使うことでミネラルと旨味をたっぷり含んだ天日塩が出来上がるのだ。そんな天日塩はさらなる進化も。こちらは天日塩もなか。程よい塩気が甘みをより引き立てます。さらに天日塩のにがりを使った化粧水まで。小島さんが高知で始めた天日塩がさまざまな形で広がっている。小島さんにとって天日塩とは、まあこれを食べた人がこの塩を使っていろんな料理作って、お酒のつまみでもいいし、笑顔になるんでね、それが自分のね幸せ、またそういう塩を届けていきたいなと思ってます。高知県土佐市にあるイタリアンレストランローグ。こちらはフランス発祥のレストランガイドブックゴエミオに3年連続で掲載されている名店。その料理人は語る。お肉の添えてるお塩とかでいうと、やっぱり塩の大きさによって下の滞在時間だったり溶け方とかが違ってくるんで、やっぱり細かいお塩だとすぐ塩がなくなって、肉が勝ってしまったり、すごい重要な尖りすぎずしっかり塩の優しさだったり大事な芯があるような味といいますか、その銀蔵さんのお塩を添えてお出しして。銀蔵さんの塩？一流シェフが褒めたたえる銀蔵さんの塩とは。一流シェフを虜にする銀蔵さんの塩とは。訪れたのは高知県土佐市。こんにちは。よろしくお願いします。こちらが田野谷銀蔵さん31歳。早速塩工房の中へ。ここが僕の完全天日塩の工房ですね。こっちもこっちも含めて全てそうです。完全天日塩？銀蔵さんが手掛ける天日塩を見せてもらう。すごい。ちなみに天日塩とは火を使わず太陽と風の力だけで海水から作る塩のこと。銀蔵さんの天日塩の特徴は？僕の少し特徴的なところは、使う方だったり、素材に合わせて塩の結晶の大きさ、形で味のバランス、溶け方だったり、そんなものを調整して育て上げていきますね。料理人や素材によって塩を作り分けている？一体どういうことなのか。見た目が全然周りの箱と違うと思うんですけど、これもオーダーの塩でこういう氷みたいな、そう薄いガラスのような、結構食感がパリパリサクサクして、すごく海外とかでも人気のあるお塩ですね。昨日も、東京のお寿司屋さんが視察に夕方来ていらして、これ使いたいっていう風にお寿司の上にパッとこうやって触れるっていうくらいで、味としてはね結構しょっぱい
部類には入るんですけど、お菓子系だったり、乳脂肪分を使うようなものっていうものにも結構合わせやすいかなとは思うんですけど、これとかまた様子が全然違うかと思います。塩で肉を引き立てようとかって考えると、お肉の咀嚼の回数に合わせて塩の溶ける時間って設計したりしてるので、ゆっくりお塩も噛むごとにほどけていくというか、で最後お肉と一緒に飲み込むタイミングで一緒に後味が引いていく、そんな感じのお塩を作っていて、それがこの箱ですね。そう銀蔵さんは塩の大きさや食感を料理に合わせて作り分けているのだ。しかしどうやって作り分けているのか。混ぜ方っていうのと混ぜるタイミングっていうのが一つ粒を調整する要素ではあるんですね。でもう一つ大切なのがホースからこれ今出てるの海水を実はこれ継ぎ足していきます。ある程度乾いたらまた継ぎ足して濃くなったものをまた薄めてとかっていうことを実はしていきます。この継ぎ足す量だったりタイミング、その2つの組み合わせで結構大きく塩の結晶って変わってきます。海水に含まれるミネラル分の中でカリウムなら酸味、マグネシウムは苦味というようにそれぞれ味に特徴が。そのミネラル分をどういったバランスにするかによって塩にした時に味や食感が全く変わるという。銀蔵さんは海水を入れる量やタイミング、混ぜる回数によってそのバランスを自在に変化させているという。そんな銀蔵さんの塩を6種類扱うという八起さんでは、肉寿司には口の中でゆっくり溶けるよう大きめの結晶の塩、揚げ物には味がよくなじむよう細かな結晶の塩を、そしてカツオのたたきにはフレーク状の甘みのある天日塩をたっぷり。あっさりしてすごいなんかカツオのたたきそのものをなんか生かすようなお塩かなというふうな気はしますね。これまでに1000種類以上もの天日塩を作り、海外からの注文も絶えないという銀蔵さん。その原点は、最初の塩に触れた時っていうのが僕が高校2年生の夏休みだったんですけど、高校時代たまたまバイトで行った製塩所が田野谷円次郎という男ですね。田野谷円次郎といえば全国的に有名な天日塩職人。彼が作る天日塩は1キロあたりなんと100万円するものも。そのカリスマ職人の塩に衝撃を受け弟子入り。3年間修行し27歳という若さで独立した。そんな銀蔵さん、世界でも珍しいあるものを使っているそうで、これが原料の海水になります。これは海からポンプとかで引っ張ってるんですか？ではなくて、うちはすごく特殊なんですけど、この真下地下からの海水を引き上げて、それを原料にお塩作りっていうのをしています。世界でもここだけっていう原料になりますね。そう、銀蔵さんが天日塩作りに使うのは太平洋から土壌を浸透し海水が地下水となったもの。土壌を通過してきた地下水は山からのミネラルも含まれ、上品な味わいの天日塩になるという。どれほどそのシェフの表現イメージ、食材の持ってるポテンシャルを引き出すか、特にそこに、誰よりもこう特化してやっている自負があるので、そうだから素材と合わせた時に本当に進化を発揮する、他にない味わいが出る塩だと思ってますね。そして安芸郡の安田町にも一味違った天日塩職人が。田野谷志蘭と申します。夫婦で塩職人をしているんですけども、もともとは埼玉県の春日部というところで市役所の公務員をしていまして、テレビで私たちの師匠である
田野谷円次郎さんを拝見したことをきっかけにこちらに移住して、なんと公務員を辞め高知で天日塩職人になった小坂夫婦。最初聞いた時は何言ってるんだろうって思ったんですけど、あまりにその塩に対する思いっていうのが熱かったので、それを聞いたらもう一緒に行くしかないなと思って。そんな2人が作る天日塩とは。こちらは胡椒ですね。胡椒塩で、はい、黒いですよ。そうですね。もうこのベトナム産の有機栽培の胡椒なんですけど、これをもう豪快に、実はタイのレストランからの依頼なんですよ。はい、胡椒から出汁が出るんですけど、その出汁を塩に閉じ込めるようなイメージで、はい、さらにピンクの塩を発見。これは一体？公務員を辞め埼玉から移住し塩職人となった小坂夫婦。そんな2人が作る天日塩とは。でこちらがオーダーいただいた、これはバター塩ですね。バターを塩にしてくださいっていう依頼を受けて開発してる状況なんですけど、でこちらが梅のお塩ですね。梅をそのまましそと一緒に入れるような形で、これは紀州産の南高梅、海水の中に入れて再結晶させていくような作り方になります。今日本ならではのお塩も作りたいなっていうので始めたお塩で、他にはないユニークな塩をこれまで30種類以上作ったという小坂夫婦。そんな2人が作る天日塩に魅せられた人も多く、高知市内にある四万十鶏が食べられる店広松の店主は、いろんなお味が含まれてはいるんですが、その中でもこのお塩の甘みっていうのはすごく気に入りまして、自分の料理を1ランク2ランク上げてくれるお塩ってすごく重宝しております。移住して4年、高知での生活は。すごい綺麗ですね。そうですね。町からお借りしている空き家活用住宅というものなんですけども、この広さで家賃いくらなんですか？4万円になります。はい。そんな安いんですね。はい。高知に移住して以降、塩作りに没頭するあまりまとまった休みを取っていないという小坂夫婦。こんなことを聞いてみた。もし1週間休みがあったら何されますか？新婚旅行ヨーロッパの方とかの塩田、向こうの塩作りが本場なんですけど、天日塩っていう形で塩田がいっぱいあるので、そういったのはちょっと見てみたいなとは思いますね。はい、高知ならではの自然の恵みによって生まれる天日塩。こだわりの職人の手によって今後もその進化は止まらない。